私のチャンネルでは酢豚は今のところカレーに次ぐ大人気です。その野菜がたっぷり入ったクッキングノートのレシピに沿った昔ながらの広東風酢豚も美味しいですが、今回私が挑戦したのは野菜の入っていない北京風黒酢酢豚。しかも豚肩ロースを贅沢にも特大サイズに切って使いました。色も大きさも迫力満点の料理、お楽しみに。はい、今日は黒酢酢豚を作っていきます。野菜のほとんど入っていない北京スタイルの酢豚ですね。日本に行った時に東京の中村橋で美味しいお店に連れて行ってもらったんですけど、その黒酢酢豚を再現したいと思うんですね。塊大きなお肉でした。ですからそれを真似して今日はボンディオーラ買ってきました。これを切ります。ドーンと使います。お肉これで 1.6 キロあります。これを6人で食べます。はい、2リットル以上ありますね。これね、ここにすっぽり入るぐらいちょうどですね。で、お塩入れます。2つかみぐらいパラパラっと入れて、もう皮ごと生姜入れます。にんにく2かけ包丁で潰して入れます。火をつけて煮込みます。蓋をします。はい、アクを取っていきます。お塩もう少し入れますね。さっきと違う、今度は海の塩。はい、これで弱火にして50分ぐらい煮ますね。はい、今の間にじゃがいもも茹でておきます。はい、じゃがいも茹でていきます。大きく切ったじゃがいも、肉に合わせて大きく切ります。肉よりは小さく。はい、串刺してみます。あ、大丈夫ですね。はい、火止めます。お湯から出します。はい、フライパンに砂糖、黒酢、醤油、水合わせておきます。これは取っておいて、この鍋豚の取っ手を取れてなくしちゃったので、はい、1時間煮込みました。蓋を開けます。これを6等分していきます。そうですね、火がまだちょっと通ってないのはもう一回お湯につけます。火入れます。爆弾酢豚なのでちょっともう一回火通します。もう少しですね。あとこれで10分煮ます。はい、それでは蓋を開けます。これをさらに半分に切りますね。1人2つという感じで計算します。
人 300g 前後食べられる計算ですね。はい、火を止めて、これが一番大きいですね。はい、ボウルに片栗粉を入れます。はい、そこにお肉を入れて片栗粉をまぶします。ごま油をフライパンに敷きます。はい、たっぷり敷きます。で、火をつけます。焼いていきます。で、先ほど混ぜたあんを火を通します。火をつけて、全面焦げ目をつけていきますね。はい、大体こんなとこでいいですね。それではフライパンを変えます。こっちに変えて、水溶き片栗粉を一回火を止めてとろみをつけます。火をつけて、これをこっちに入れていきます。ちょっと火を弱めますね。で、じゃがいもも入れます。今回の黒酢酢豚は日本からお土産にいただいたこの中国産の黒酢を使わせていただきました。もしあなたの国で黒酢が手に入らなければワインビネガーを煮詰めて代用しても良いかもしれませんね。はい、あとはじゃがいもにタレが絡んだら完成です。はい、火を止めます。これをお皿に持ってきます。一番大きなの乗せましょうか。爆弾酢豚、よくタレを絡めて、で少し小さめの一つで、じゃがいもでタレをかけます。はい、パセリを添えて、はい、ちょっと切ってみましょう。
はい、こんな感じです。美味しそうですね。黒酢酢豚の完成です。